どうでしょうね。今日の車 NA 車で細かなコツコツ感の少なさというのはかなり抜けてると思います。誰がどこまでこだわるかっていうのは分かんない。ちょっとクッていくところとかね、重さの変化が面白くもあって、でも逆に普通はない方が現代的な車って感じられるのかなっていったところでね、タントとかとちょっと違いがあると。なので一番こだわる人に向けて、ちょっと前までウェイクという車がありました。タントより一段の背が高い。でも背が高いから悪いというわけではなくて、むしろ重厚感を感じられたんですね。なので手前から前もって先読みしてハンドルを操作してくるとかいうのが一番強かったのはキャンバス。こういう90度ぐらい曲がってくるところでね、ちょっと思ったよりハンドルを回す量が大きくなりやすい。さあ何を望むのか。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日はね、ここに映っているムーブ2025年6月登場の新しい新型ムーブをお借りしてきました。で、この車の走行レビューをしていきます。で、ムーブね、すごくいい、デビューしたての車みんなそうですけれども、いい言われます。で、自分も乗ってみてかなりいいなと思うところはあります。価格面より走る部分でね、いいなというのを感じています。で、それがどんな感じでどういいのかっていう話をしていきたいなと。あとは、今日2人でやっています。で、1人で運転したりとか、2人で乗ってもらって運転したりとか、あと助手席リアシートも体感していますので、そのあたりね、思うところを述べていきます。それでは行ってきます。じゃあここからね、走行しながらのレビューをしていきたいなと思います。今日は170、80キロ走ったところで、今平均燃費は 23.9 キロが出ています。かなりいい燃費ですよね。車全体としてというか、パワーユニット、エンジンとか CVT のところからすごく燃費を意識して車かなと、そうした設計かなと。年々そうした需要上がってきてるわけですし、これからも上がっていくだろうというところで、さすが2025年登場の車っていった感じですね。この区間は自分一人で乗っていて、このぐらいの燃費、24キロぐらい表示してる時間が長かったですかね。途中渋滞とか捕まって、でも20キロは超えていましたから、かなりね、燃費いいなと思います。車重とかね、タントマイナス20キロ、キャンバスマイナス10キロで、そんな変わらなくて、背の高さは、キャンバスと一緒です。タントはもう少し高いと。燃費で言うとね、その3社はカタログ値が違って、なかなか面白いです。なんでかなと思うところ。で、走る部分の話入っていきますね。まず乗っていて思うのは、やっぱりいいです。で、それは新しいから当然っていうのもありますし、当然それをこれからも追い抜いていく。で、そこで重要なのが、どういった特徴があっていいというところか、どんな感じでいいかだと思うんですね。自分の好みに合っていれば、車は新しいも古いも関係ないですからね。思うのは、ステアリング周りかな。ステアリング周りの細かい操作を受け付けてくれるとことか、重さの変化、こういったのが分かりやすく演出されているのはすごくいいなと思います。やっぱりこういうところが、ステアリング周りの剛性感とかいうところの印象にもつながってきますし、で、いいんですけれどもといった部分もありますね。ちょっとそこを触れていきます。いいんですけれどもといった部分で言うと、車がいいからいろいろ分かりやすくなってきたというのはありますね。これはね、やっぱりこのムーブに限らず、ハイブリッド車のブレーキとか、上級車の乗り心地とか、いろいろかな。いろんな部分で今までオブラートに包まれてきた部分があって、そういう部分がね、かっちりしてくると、車のちょっとした荒も感じやすくなってくる。で、ドライバーがいろいろそういうのを感じるドライバーだったら、運転して伝わってきますから、いたちごっこ的になっていくというかね。そういった面で、ある程度緩い方が疲れにくいとか、運転しやすいとか、細かいこと気にしなくていいとか、そういった良さもあるかなと。ムーブ、それが全てですかね。ハンドル周りいいですし、
乗り心地はフロントシートに座ってる限りはいいです。じゃあムーブなので乗り心地の話から言ってハンドリング、パワーユニット、それからリアシートの話とかでつなげていきましょうか。乗り心地はフロントが柔らかめ、リア硬め、明確です。はっきり分かりやすい。ただ N ボックスとかほどね割り切ってないんですけれども、フロントシート座っていても、もしくはハンドルを切ってもフロントの方が柔らかいかな、動きやすいかなっていうのは感じます。フラット感は高いです。それぐらいの、ふわふわしていないストローク感を感じさせない乗り味でありつつ、バランスとしてはリア硬い。リアは硬いって言えますね。一応この車はさっき覗いたら結構太いリアスタビがついていました。リアのスタビライザー。これは片輪だけタイヤが段差に乗ったりとか、へこみにタイヤを落とした時とか、そういう時に採用します。両方がねバラバラに動く時に採用してバネの役割をする。でこれは 4WD だとついていなくて 2WD は全グレードでついてるとなっていました。でこれはねリアタイヤが両輪が同時に上下する時には関係してこない。なのでサスペンションダンパーの部分が大きいのかな。その部分でちょっとねリアはガツガツきますし跳ねますし、ここに関しては自分の意見だけではなくてさっき一緒にいた同僚の意見も入れてもね、その意見だと、やっぱりファミリーで使うなら担当だよねと。広さとか、中で着替えができるとかそういう面ではなくて、リアシートの乗り心地の部分でね、ちょっと思うところはあります。このムーブが締まってる割に乗り心地いいねって感じられるのはフロントのシートです。シート自体はフロントもリアも良くて、リアシート座面の長さもあってね、クッションも別に硬くはない。ただ座面の角度落ち着きとかそういった部分と、あとサスペンションセッティングの部分でね差が出てきます。やっぱり担当、あとしなやかさを求めるんだったら N ボックスかな。でフロントシートの乗り心地、ここはね一番いいのは助手席でした。静粛性の部分で運転席より助手席の方が静かに感じられまして、ここを含めて助手席が一番よく感じましたね。今オードメーター1000キロの車なんですけれども、フロントシートの運転席側が少し柔らかくなってきている感じです。触ると明確に差があります。こんな感じで助手席に座ってみて乗り心地、例えば路面の細かなコツコツ感の拾わなにくさ、拾いにくさか、拾わないんですよね。限度はありますよ。限度はありますけれども、コンパクトカーとか軽自動車の中で言って、この平らな路面、平らに見える路面で細かなコツコツ感の少なさというのはかなり抜けてると思います。もちろんタンとタフと、それから、ダイハツのね、イースとか、あとトコットもありましたっけ。そのあたり比較してもこのムーブがそこはズバ抜けてると思います。で通常これはねコツコツ感がプルプル感になったりとか、あとダルな感じが出てくるとか、いろんなののトレードオフだったりするんですよね。あとサスペンションの動き始めやすさとかもあるんですけれども、とにかく車の質に関わってくる。でこのムーブは細かなコツコツ感がないから快適だなっていうのはあります。たまにあるゴツゴツとかはどんな車も、最近ね一生ぐらいにいいですし、大きなゴツゴツ荒れた路面とかはやっぱりこの車もそうです。でも本当目で見て見えないようなコツコツを、あんまりコツコツ言わずに超えていくところがいいなと。ほとんどの路面でね快適です。じゃあ、あとハンドリングの話ね、ここが難しいです。いいのはいいです。でもだるい緩い適度な中でまとまっていたりとか、ものすごく実用的とか求めたらね、またちょっと変わってくるといったところで、さあ何を望むのか。キュッキュッと切ってね、キュッキュッと効いていくところは、やっぱりなかなかこのムーブ性能高いです。
でもうちょっと穏やかにっていうところで言ったら、リアシートに人が座ったらフロントの応答性変わります。少し落ちてね。でロール感も変わるんですね。ピラーの付け目見ながらちょっとハンドル切ってみた時に、沈み込むとかね、ほんのわずかな感じが視覚的にも違うところが伝わっていきます。でそういうのが分かりやすい。これは一ついいところかなと。で本題的な部分で言うと、車がいいと細かい操作が受け付けてくれるイコール、それはタイヤ側が拾った何かとか車側からの挙動も伝わってきやすくなる。でこういったところで全体的に緩い車の方が、まとまってるねって部分が、ちょっと出てきちゃって、ちょっとクッていくところとかね、重さの変化が面白くもあって、でも逆にこれない方がいいというか、自分はあった方がいいですけれども、普通はない方が現代的な車って感じられるのかなっていったところでね、タントとかとちょっと違いがあると。それからですね、このぐらい少し切ったところね、ハンドルの手応え自体はそんなになくても、車はやっぱり反応をしてくれます。DNGA だからとか、ダイハツの、キャンバスとかと一緒というくくりではなくて、明確に差がありますね。キャンバスは一番ステアリングがね、緩さを感じられるような感じでした。効きが悪いとかではなくて、ステアリングギアレシオがスロー、つまり思ったより大きく回さないと曲がっていかないなって感じられるような感じでした。それはサスペンションが柔らかくて、切ってから反応するまでに時間がかかるのもあったりして、今みたいなちょっとね狭く道で、今右コーナーですけれども、こういう90度ぐらい曲がってくるところでね、ちょっと思ったよりハンドルを回す量が大きくなりやすい。なので手前から前もって先読みしてハンドルを操作してくるとかいうのが一番強かったのはキャンバスで、キャンバスはね、そのギアレシオという部分でちょっといっぱい回さなきゃいけないなぐらいの感覚でした。でこのムーブもさすがに1日乗ってたら慣れましたけれども、最初は同じようなことを、そこまでじゃなくても同じようなことを感じれた。細かい操作で、よく動いてくれるねと。車はコンパクトだし、わずかなね指1本以下の温の下操作にもキュキュッて答えてくれて、おーって感じだったんですけれども、それからすると実際のコーナーとかで、グッと曲がっていく時なんかは、もうちょっと手前から切っていかなきゃいけないんだなとか、少し差を感じました。本当はこの辺り統一感があると無意識に乗れたりとか疲れにくさなんですけれどもにつながるんですけれども、ちょっとありますかね。難しい。タントとかの方が全体的に緩く止まっているかなみたいなね。車って背が低いからいいとか高いから悪いとか単純には言えなくて、例えばダイハツ車で言いますと、ちょっと前までウェイクという車がありました。軽自動車の王様みたいな車で、タントより一段の背が高いスーパーハイト系の車でした。で重量も1トンぐらいあったのかな。重くて大きくてみたいな軽自動車で、でも背が高いから悪いというわけではなくて、むしろ重厚感を感じられたんですね。サスペンションが良かったのか、合わせ込みが良かったのか。乗ったらよっこいしょって感じよりはどしっとした感じがね伝わってきてすごく良かった。加速に関する部分だけね、さすがに重量あって重ったらさ感じて、加速時とかもエンジン回転数上げますし、そういうところはあったんですけれども、横方向とか前後方向はねすごい良かったです。ウェイクしばらく少し前になくなっています。なのでそういうところで考えてもね、背が高い低いというのは車にとって1要素しかないと自分は思っています。これいろんなものに当てはまります。レーサーレプリカタイプのバイクとオフロードタイプのバイク比較しても、
スワッとね、じわっとこうサスペンションのストローク長さを生かして曲がっていくオフロード車の方が滑らかに走れたりというのもね、言われますし、それからカメラなんかで言うとね、レンズの F 値、ドラレコなんかで F2.0 なんて言葉聞きません？でもカメラの明るさなんていうのも、もうそれは1要素しかないです。F 値だけで画質とか明るさが決まるわけではない。画素数もそうですよね。画素数が多いからといって綺麗に映るわけではないというのは、もう自分は散々感じてきました。むしろ同じセンサーだったら画素数低い方がいいんじゃないかと。パソコンの CPU のクロック数とかもそうですし、世の中いろいろありますよね。歌い文句になる部分だけじゃ物事は決まらない。そういうのは何かの一要素でしかない。といったところでね。でも車に限って言いますと、設計が同じものでしたら、背低い方がいろいろな面で有利になるのはね、実際のところ、そうなるんじゃないかというのは、車は外から天井を持って揺すってみますと、背が高い車の方がいっぱい揺れますからね。そうするとサスペンションを締めなきゃいけなくなったりとか、つまり硬くなってね、乗り心地が悪くなったりとか、操縦性に問題がなくても、いざという時ペース上げていって急ハンドル切るような場面になった時にグラッと来やすいとか、あと遅れてリアが動くとかね、いろいろ出てくるものです。でも普通に乗ってる限りはね、ムーブがいいと言ったらタンとはまた別の良さがあるよと、両方いいよぐらいの感覚です。でもこのムーブ乗って第一印象としてはやっぱりおっとね思うものでした。現代的なフィールかつ取られる感じとか、切り込むに従って重さを手に伝えてくる感じとか、そういうのがね感じられる。この辺りがムーブが走りがいいよと言われてるようなところかもしれないですね。その代償としてちょっとリアシートはね厳しいかなと。でそれが分かりやすくて、もう一つちょっとねもうちょっと進化してくれるだろうと、進化してほしいなと思うのが車線逸脱に関する機能。今自分オフにしていまして、オンにしてるとね、これがやっぱりステアリングでそういうのも分かりやすいところもあって、あんまりね気持ちいい感触ではないです。ぐーっとセンタリングを戻すとかではなくて、ピーピーとなったりならずにぐっとね現在の打角をホールドするようにステアリングに介入してきたり、この辺り最近他のメーカーでもね進化を感じていますから、ダイハツもちょっとね、ワンタッチで切れますから必要に応じてみたいなところでしょうかね。であとブレーキはストローク長めで、ペダルタッチは柔らかくて、でも普通に扱いやすい、普通以上に扱いやすいぐらいのね感触です。長くて軽いんですけれども、途中から効き始めるわけではなくてね、本当にペダルに感触ないようなところでもそーっと減速感が立ち上がる。あれこれなかなかいいんじゃないのと、ブレーキねゆっくり踏んでみれば分かります。この良さは捨てがたいです。あとちょっとぐらいね素早くブレーキ操作してもフロントの伸び縮みはそれなりに抑えられていて、乗り心地なんかだとちょっと伸びやすいところはあるとしてもね、そんなのわずか、ブレーキ操作でピョコピョコしないような感じで、前後のピッチング、この揺れが少ないのなんかはね背が低いのが効いてるのかな。あとアクセルをバーンと離した時の反応はじわーっていきます。 CVT がダイレクト感よりじわーっと回転数を落としていくような感じ、もしくは人間がスパッとアクセルを離しても実際のスロットルはじわーっと戻るような感じでね、この辺りはいつもダイハツ車らしい感じかな。でタントとフィーリング似てますけれども、タントほどこうピョコピョコしにくい、前後方向に関してねというのはあります。でそんなパワーユニットの話で最後かな。パワーユニットに関してはどうでしょうね。今日の車 NA 車で、十分とか十分じゃないとかいう言葉はね人それぞれです。CVT がある程度加速をしながら回転数を上げていく、結構スパスパ回転数上げる方なんでね、でちょこっと加速しながら
実際は変速が終わってから加速していくんですけれども、結構回転数上げていきます。でそこに関しては、パワーモードというボタンが右手の親指のところに用意されていて、あとシフトセレクターには S レンジと B レンジがある。でパワーモードのスイッチはね、スロットル特性が変わります。同じに踏んでいても少し多く踏んでいるような状況を作り出せる。でこれによって例えばね、このエンジンがアイドリング中とか、今みたいなギリギリ、減速しないギリギリを保って走行している時に結構ね振動を出します。この振動というのは燃費いい領域を使えば出やすいものだったりもするので、こういったところとか音が燃費重視のエンジンだねって感じるところでして、でもそこでねパワーモードをポンとしてあげると、ちょっと使う回転数がわずかに変化して、少しね一息つけると言いますかね。これ敏感な人限定ですけれどもね、疲れたらパワーモードちょっと覚えておくといいかもしれないです。であと左手側のシフトセレクターで S レンジ B レンジってするのは明確に変わります。使う回転数がぐわっと上がって音量も増します。でこれによってエンジンブレーキとして使うのが一つ。あとは通常 D レンジですとアクセル踏んで1ステップ目で回転を上げて2ステップ目で加速をし始める。でそこの1ステップ目が省かれます。もともと回転数高いですからシュート出ていく。で減速してもスコーンと回転数が落ちるよりは、快適な感じになります。なので加速減速が激しい時なんかはもうどんどんね S レンジ使っていいんじゃないかと、自分はね思っています。そんなところかな。あとリアシート人がいるとフロントの動き穏やかになってちょうどいいぐらいというのは話しましたっけ。もちろんちょうどいいとかどうかもね、どれぐらい気にするかといった問題です。もうほんとね、どこまで細かいことを気にするか。自分が、就職して覚えたことの一つ、こだわりというのはね、もしくは掃除とか、こだわりって言葉か、誰がどこまでこだわるかっていうのは分かんない。なので一番こだわる人に向けて掃除をしたりとか、一番こだわる人に向けて知識を蓄えておけば失敗しないと。それが就職して思ったところですかね。ちゃちゃっと素早く何でも済まして時間内でたくさん多くのことができればいいというわけではない。ちょっと車関係いたんですけれども、やっぱりどれだけこだわられるかっていう話があるんでね。もちろんムーブがこれ細かい繊細なとこなんか気になんねえよと、キュッキュッて切って気持ちいいよと、それだけで済む方もいらっしゃいますし、すごく端正で内装も落ち着いた感じの色使いとかデザインが好きだから穏やかに乗りたい、そういった方もいらっしゃいますしね。でもね、ほんといろいろ言っちゃいましたけれども、あんまりね出始めの車いい必ず言ってどの車もいいになってくると、もう選ぶ方としてはね選びにくくなっちゃう。もう選べないですよね。みんないいしか言わなくて、その理由もなければ何を選ぶかの参考にもならないですから、そんなこともあってね、ちょっと特徴として述べさせてもらいました。一言でまとめますと、車が良くなればやっぱり逆にね気になるところも出てくる。でもそれはそんな大きなところではなくて、車にお詳しい方ですとか、細かいところにね気づく方ですとか、そういった方は気にする部分かなと。あとリアシートは、問答無用でね、ちょっとファミリーで使うにはきついところがある、乗り心地の部分で。で静粛性は、過度の期待をしない方がいいぐらいの感覚です。エンジンルーム見るとね、結構静粛性低減にね、頑張ってるような感じはします。同じ KF エンジンでもやっぱり変わってきていて、それをするコンピューターの部分とかガソリンと空気の割合とかいろいろ変わってきているというのはね感じています。いろんなねフィーリングがあります。で自分たちはこのチャンネルの他に間違いいっぱいの自動車選びというチャンネルをやっています。そっちでもいろいろ動画を上げていまして、でこっちの車好きヒラリーのチャンネルと別々にね動画を撮っています。でムーブもねやっぱり両方に割り振ってそのチャンネルのコンセプトに合ったものを上げていくんですけれども、こっちのチャンネルの方が
結構ズバズバと、自分の名前で好き勝手やってるチャンネルですから、思ったことをねバシッと上げていくようなのを売りにしています。ということで動画は以上です。よろしければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。あと別の動画として内装の動画上げますし、それから間違いいっぱいの同社選びというチャンネルでもこのムーブのねいろいろ長所短所何選とかね、そうした結構人気のシリーズとかも上げていきますので、またどうぞよろしくお願いします。以上、車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。